これは一人の人見知り作家が参加したこともない編み会を主催してみた話の一部始終です。前日から緊張で手が震えていたけど、みんなの笑顔と温かい言葉に救われて、かけがえのない一日になりました。このカフェを初めて訪れた時、まるで実家のような温かい空気に包まれて、ここで編み会ができたら楽しそう、そんな風に思ったのが全ての始まりでした。こちらは古民家を改装したカフェ。コーヒーやデザートも美味しかったし、オーナーさんご夫婦の人柄も良くて、この素敵な空間で飲み会ができたらいいな、そんな風に思いました。その日のうちにレンタルスペースを見学させていただき、さらに気持ちが膨れ上がります。そしてその日の夜、インスタのストーリーでこんな投稿をしてみました。少人数制で初心者さんが参加しやすい会がいいな。そんな私の独り言のようなストーリーで、フォロワーさんからたくさんのメッセージが届きました。たくさんのフォロワーさんに背中を押してもらって、正式にお店に申し込みの手続きをしました。あんまり先延ばしにすると逆に自分がしんどくなると思って、開催は約1週間後に決定。告知もインスタのストーリーズのみで行いました。参加者も決まり、嬉しさの反面、私、編み会主催するんだ、大丈夫かなという不安にも襲われながら、どうやったら参加者さんに楽しんでもらえるか一人会議をしています。編み会の準備は想像以上に楽しくて、行きつけのフライングタイガーで可愛いグッズを探したり、手作りの編み物小物を用意したり、前に作ったオリジナルマーカーもせっかくなのでプレゼントしちゃおう。みんなに楽しんでもらえますように、そんな気持ちで準備をしていました。編み会前日です。
不安に襲われすぎて AI に弱音を吐いていたのはここだけの話。すごい励ましてもらった。当日の朝です。皆さんが興味ありそうな道具を持っていこうと思ったら、すごい荷物になっちゃって、忘れ物がないか最終チェックをして、緊張とワクワクを詰め込み、いざ出発です。会場はクラカフェ清水の森さん。木のぬくもりが感じられる素敵な空間です。今日は日当たりの良いこちらのスペースをお借りすることができました。レンタルスペース内は飲食可能なので少しおやつを持ってきました。みんなを待つ時間が一番ドキドキ。もたもたと準備をしながら待っていると、お一人目の方が到着されました。まだ準備ができてなくて焦る私。そしていよいよ編み会がスタートです。編み物の話はもちろん、今日どんな思いで編み会に参加してくれたのかとか、どんな風に私のことを知ってくれたのかとか、いろんなお話が聞けて、とっても貴重な機会でした。人見知りだし緊張しいなんですと伝えたら、みんなみじゅりーさんのファンなんでって笑ってくれて、その言葉に心がふっと軽くなり、本当に温かい気持ちになりました。嬉しかったです。お話ししたり、黙々と編んだり、気づけば緊張よりも幸せが勝っていました。ただいま。帰ってきて荷物を整理しながら、なんだか夢みたいな時間だったなと感傷に浸っています。ちなみに編み会に持って行ったのはクチュリエかぎ針編みモチーフの会のキット。ただこういう編み図をじっくり見ながら編むタイプのものは編み会には向いていなかったです。途中から輪針で編むセーターの編みかけに持ち替えました。こちらは鳥居千恵さんのレティーズセーター。ひたすらメリヤス編みのターンだったので、何も考えずに編めてよかったです。編み会にはこういうメリヤス編みだけとか細編みだけとか、そういう風な単純な編み方のものを持っていくのがいいかもしれない。余韻に浸りながら編み会の続きを編んでいきます。これ今回参加してくださった皆さんにプレゼントした手作りマーカーです。お揃いです。この
のセーターが完成して、このセーターを着るたびに初編み会のこのドキドキと温かい空気感を思い出すんだろうな。編み物は編んでいる時間の思い出や空気感も一緒にこのふわふわの中に閉じ込められるところもいいですよね。ノートを広げて一人反省会。もっとこうすればよかったな。次はこれをやりたい。こんなリクエストもいただいたな。書いてるうちにまたワクワクとあの時の温かい気持ちが戻ってきます。今回の初めての編み会、本当に人見知り発揮しすぎて皆さんにはご迷惑をおかけしましたが、温かい人たちばっかりでとってもありがたかったです。初めの一歩はいつだって怖いし、大人になるほどその最初の一歩が怖くなるけど、勇気を出してほんのちょっと一歩踏み出せば新しい世界が広がるということを教えてもらいました。うまくやるより楽しむが一番の魔法。次回の編み会ももっと優しい時間になる気がします。今日は最後まで見てくださりありがとうございました。手元しか